日本陸軍は、終戦までに7種類の高射砲を開発し、主に3種の高射砲で大東亜戦争を戦うことになった。1922年、11年式7センチ半高射砲。1925年、14年式10センチ高射砲。1928年、88式7センチ野戦高射砲。1939年、99式8センチ高射砲。1943年、3式12センチ高射砲。1944年、4式7センチ半高射砲。1945年、5式15センチ高射砲。これらが日本軍高射砲部隊30年の歴史に登場した高射砲である。皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。皆さんこんにちは、解説のゆっくりマリサだぜ。今回は高射砲の系譜と題して、我が陸軍の高射砲開発の流れとその周辺について触れていくよ。なるほど、真打ちは最後に来るんだな。まあそういうことだよ。それじゃあ始めていくよ。我が陸軍は第一次大戦チンタオ攻略戦時に、38式野砲を改造した急造の高射砲を前線に持ち込んだ。この高射砲はドイツ軍のルンプラータウベキを撃墜こそしなかったが、撃退に成功したため、その後ドイツ軍は空中観測ができなくなった。ドイツ軍の偵察や弾着観測ができなくなるんだね。それだけで十分成功だよ。当時の我が航空機はあまり良い性能ではなかったからね。その後陸軍では高射砲という航空機を射撃する専門の火砲を研究し、75ミリ口径の11年式7センチ半高射砲と、105ミリ口径の14年式10センチ高射砲の2種類の高射砲を開発した。この2種類の高射砲が野戦高射砲と、領地高射砲になるんだね。そうだよ。実戦を経験した欧州各国では、野砲から発展した手頃な75から90ミリ口径程度の高射砲とともに、威力を重視した大口径の100ミリの重高射砲を開発していた。そして欧州の軍事技術者の中で、100ミリクラス以上の重高射砲は操作、装填に動力の利用が重要であると判断し、それ以下の口径の方は人力操作のしやすい70から80ミリ口径のものが適当であると言われていたんだ。なるほど、それで我が陸軍は75ミリを選んだわけだ。そうだよ、ドイツは88ミリを選択したけど、それはドイツの野砲は77ミリと88ミリの2つの規格があったからなんだ。あれ、我が陸軍がドイツから買った38式野砲は75ミリだったよね。それはお客様のご要望を受け入れたからだよ。ドイツは様々な口径の野砲を生産しているが主に77ミリだよ。まあ、そういう理由で日本も75ミリと105ミリの2種の高射砲を持つことになったのだが、話はそう簡単に進まなかった。11年式7センチ半高射砲は、初速が38式野砲とさほど変わらない530メートル毎秒程度で航空機の進歩を考えるとすでに先が見えている。できたそばから陳腐かなんて虚しいな。進歩が早い時はそういうこともあるさ。そして領地高射砲となる105ミリの14年式10センチ高射砲の方は、初速が速いだけあって射撃能力としては良いが、約 24kg の砲弾を人力装填であるため射撃速度を出せずに、高射砲として失格だった。自動装填装置の開発はしたんでしょ？それも開発が難航した上に、できたものも大して射撃速度を上げる助けにはならなかったようだ。そういう理由があって生産数は、11年式7センチ半高射砲が44門、14年式10センチ高射砲は約70門と言われている。まさに秀作ということだね。その経験が次に生産される88式7センチ野戦高射砲に生きてくる。この高射砲は大東亜戦争の時の主力高射砲だね。結果としてそうなった。1928年に完成したこの高射砲は初速も720メートル毎秒と大幅に向上し、取り回しも良く、前作の11年式7センチ半高射砲と比べてかなり洗練されたものになった。この時代の航空機に対して対処可能な高射砲であったのは間違いないのではあるが、列強の高射砲と比べていくつか劣っている。まだ遅れているのか。仕方がないよ。当時の我が国では不況の影響で開発に満足な資金は投入できない。それでも軍縮と節約でここまでやったんだからよく頑張った方だよ。この88式7センチ高射砲の遅れているところは、この3点だね。自金方針ではない。内艦自由交換ではない。中隊複座機が脆弱ということか。日本では90式野砲から自金方針になるから、それ以前の下砲はほぼ相乗方針だよ。後で改良されるということはないの？カノンでは例はあるけど、この88式7高ではそのままだ。
そして内観自由交換法が取り入れられていないから、名数が来たら方針そのものを交換するより他はない。焼きはめ式が用いられていても交渉でなければ交換できないからね。それじゃあ名数はどのくらい？高射砲の場合、初速が 10% 低下したくらいで名数が来たと判断するから、7高では2000発だよ。それじゃあ、激しい対空戦闘を行ったらすぐに名数が来ちゃうじゃん。だから列強では、高射砲は全て内観自由交換法が用いられている。名数が来たら現場ですぐに交換できるように考えている。そして最後の、中対複座機の問題は主に重量軽減が災いしている。この中対複座機の中対及び複座の時間が射撃速度に関係してくる。この時間がちょっと長いんだ。そして、戦闘が激しくなると壊れやすい。そういえば中対複座機で思い出したけど、88式7高は、水平射撃はできるんだっけ？実戦部隊からの報告を調査したけど、結果として15度以下で射撃すると足が壊れるそうだ。それって、どういうことだ？中対機が機能しないんだよ。そのため技術本部では野戦高射砲で閉射ができるように研究した結果、方向性待機と防順の装備が必要であると結論した。なるほど、方向性待機はわかるけど、防順とは、方向性待機で射撃の反動は弱くなるけど、後方に爆風が出る。それが砲手に対しかなり影響するから、砲手をその爆風から守るために爆風よけの防順が必要になるんだ。結構手間と重量が増えるんだね。だからそのままにしていたんだろ。これらの点から新たな高射砲の開発を必要としていたことは言うまでもないが、何やらかにやら物入りな事態が頻発して伸び伸びとなっていった。そして、シナ事変で露獲したドイツの 88mm 高射砲を元に新たな高射砲を開発した。1939年に正式化された99式8センチ高射砲がそれだ。この高射砲は移動を考えないために重量に余裕がある作りになっている。それだけにかなり信頼性が高く使いやすい高射砲として好評であったが、なぜか用いられたサンテーグが、日本式のそれも不良であった90式サンテーグを改良して用いたものだからそちらの方でクレームが多い。どうしてそうオチをつけたがるんだよ。好きでそうしているんじゃないよ。使えなくて倉庫にしまってあったから再利用しようとしたんだよ。使えないものだったら、廃棄してまともなものを装備すれば満点だったのに。霊夢時代を考えろよ。事変のおかげで弾薬生産が大忙しでそんな余裕のある時期じゃないんだからね。そして、開戦後航空を飛来する重爆撃機対策として、1943年に3式12センチ高射砲が開発された。そうかついに B29 対策が重要になってくるのか。背景にあるのは日本の迎撃機は高度1万メートルに対応していないということがある。どういうことだ？航空機なら1万メートルまで上がれるだろ。上がれることとそこで戦闘することは違うよ。日本の迎撃機はほぼ5000から6000メートルで戦闘する想定でいたんだ。じゃあドイツとは想定している迎撃高度が違うんだ。そうなんだ。それに日本の夜勤技術の低さも相まって12高以上の大口径高射砲が必要になってくる。さて1944年、ここでようやく88式7高の後継である、4式7センチ半高射砲が登場する。もう遅いね、量産もそれほどできないし。そういうな、最も量産しても88式7高とさして変わらない迎撃高度だから意味はあまりない。引き捨てならんな、どういうことだ。後で話すよ。終戦の年だけど1945年、名前は有名な5式15センチ高射砲が登場する。久我山の15高か、B29 を撃墜したんだろ。そう言われているけどね。その話は個別動画でやるよ。さて、これで一応登場時期と簡単な説明は終わりにするよ。日本の高射砲には移動容易な野戦高射砲と基本固定式の用地高射砲の2種類がある。先の高射砲を分類すると、野戦高射砲が、11年式7センチ半高射砲、88式7センチ野戦高射砲、4式7センチ半高射砲の3種。用地高射砲が、14年式10センチ高射砲、99式8センチ高射砲、3式12センチ高射砲、5式15センチ高射砲の4種となる。まず見るのは野戦高射砲の変遷だよ。すべて口径は 75mm で同じだけど、初速と移動重量を見ていこうか。と、まあこうなるよ。それでも、進歩の跡が感じられるね。でも移動時の重量が、11年式と88式は機械牽引前提だけどあまり変わらないね。ただ、新型の4式はロケ車じゃないと牽引できないじゃん。それはドイツの88だってそうだよ。移動重量は7トンを超えるよ。これでなぜ我が主力高射砲の88式7高が、
列強の高射砲では一般的な性能である4式7口に劣るのかがわかるだろ。軽い砲を作ることによって性能が犠牲にされたということなのか。だから、設計者は悪い意味でそうしたわけじゃない。日本には高射砲にまで牽引車を配当する余裕がないんだから、6輪自動貨車で牽引できる火砲を設計しなければ運べないだろ。輸送力の問題が砲の耐久性や初速に現れてくるのか。だから近代戦は、産業の総合力と言われるんだ。特に高射砲のような先端兵器に関してはよくわかるよ。次に幼稚高射砲に移るよ。有名な15口は除いたよ。そういえば99式8口は幼稚高射砲なのに7口と変わらない88ミリ口径だったね。でも重量を見ればその意味がわかる。幼稚高射砲だから重量はそのままだけど、99式8口の重量は14年式10口とほぼ同じだ。それに初速はこうなる。重量が倍くらいになって、初速が100メートル毎秒近く速くなっている。なあレイム、これを見れば日本でも重量制限さえなければ列強並みの高射砲を持てたと言えるだろ。運搬手段が我が日本火砲のアキレス腱になるのか。それだけじゃない。なぜ88ミリ口径の8口が幼稚高射砲にされたのかといえば、言うまでもなく操作、装填に動力を必要としないからだよ。そうか大口径のものにしたら12口のように20トン近くになるのか。そういう機械物を小型化できないところが、民間工業が発達していない当時の限界だよ。ということは88ミリのような高射砲を固定式にして初めて列強の移動式高射砲と同等になるのか。一応そう言っていいのだろうけど、よく調査してみたんだけど、列強の高射砲の方針は、ほぼ全てが内管自由交換式または、薬室自由交換式という形式で消耗した内管を交換するようにできている。いくらなんでも幼稚高射砲は内管交換式になっているだろ。それが、調べたけど確たる証拠は見出せなかった。フランスに設計してもらった90式野砲なんかは、オリジナルは内管自由交換式になっていたのだが、国産にあたって一体型になっている。それって、まさか、技術が未熟という点もあるだろうし、予算の問題もあるのかもしれない。つまり新式といえども、99式8口と3式12口の方針が、内管交換式、でない可能性がある。そうなると方針名数はどのくらい？初速が 10% 低下するまでだから、8口が1000発、12口は500発だよ。たったその程度。高射砲のような高初速砲は寿命が短い、だからこそ内管交換式なんだ。列強では予備内管も携行しているらしい。もちろん15口だってお察しレベルだよ。じゃあ名数が来たら、方針そのものを交換するしかないのか。本土防空戦ならそれは可能だろうけどね。次は新内の B29 を撃墜せよだ。はっきり言うね。一応各高射砲の最高射高はこのようになっている。有効射高はその8割だったっけね。ところがそうはいかないんだ。どういうことだ？端的に言えば新管の問題だよ。新管って、高射新管でしょ？どれも同じじゃないの。主に薬板式の可動新管と機械式新管の2つある。なんだ可動新管なら日露戦争から使われているじゃん。それは地上で使用するもので、外噴火式と呼ばれせいぜい高度4000メートルで火が消えちゃうよ。高射砲用の可動新管は航空でも火が消えないように、内噴火式といって燃焼で出たガスを内部に噴射して、新管内部の圧力と温度を保ち、上空でも消火しないように工夫されている。この方法で製作されたのが昭和4年制定の89式先鋭高射新管で、高度8000メートルまで有効なんだ。結構高いところまで行けるんだね。それがそうじゃない。正確に A 化新管が作動する実用高度は5000メートルで、6000メートルが限界と言われている。それ以上高いと誤差が大きくなるのか。そうなる。だからこの新管を使用する75ミリクラスの高射砲は、当然5から6000メートルの敵機を目標とすることになる。瞬発はないの。それなら火が消えたって航空を狙える。できるけど、レイム、ナスの余市でもやるつもりか。ちなみにこの89式先鋭高射新管は海軍産でも8センチメートル口径の広角砲で使用されている。ところで本論の高度1万メートルの敵機を落とすにはどうするんだよ。それが機械新管だよ。日本はクルップ社製のものを手本とした、ゼンマイ式だよ。まさに時計だね。その通り、使い捨ての時計だよ。時計新管とも呼ばれる。第一次大戦中にドイツは航空を飛ぶ航空機を撃ち落とすために、このような機械式新管を製造して使用した。そんな早くから、ドイツには時計のような精密機器を作る産業があるからね。
アメリカや他の列強はスイス式の機械新艦を参考にして、自国の機械新艦を作成している。平時は時計や、有時は新艦やか。国産の機械新艦は、成功者製だぞ。あの時計で有名な。そこで苦労して開発されたんだ。そしてその新艦開発の主任が、桑田小四郎中尉だったんだ。98式9砲海の親だね。実戦に使用された機械新艦は2種類あって、100式機械新艦と2式機械新艦がある。違いは、100式には着発新艦が装備され、2式の方は瞬発新艦になっている。どちらも命中した時に爆発するためだよね。そうだよ。そしてこの機械新艦こそが、高度1万メートルのB29迎撃に用いられる新艦なんだ。そうかこれさえあれば、憎き B29 を叩き落としてやれるのか。レイムさっきの話を聞いていないな。何が？だから我が主力降射砲である 75mm 降射砲は全て89式戦鋭降射新艦、つまり鋭化新艦だよ。わかったか。機械新艦が装備されている降射砲は、8鋼と12鋼と数は少ないけど15鋼だけだよ。レイムよ、心落ち着けて聞いてくれ。高度6000メートル以下の高度を飛来してくる B29 やその他の爆撃機は別として、高高度を飛来してくる奴らを迎撃するには、総数だけど、919門の8鋼と154門の12鋼しかない。より正確に言えば、154門の12鋼と2門の15鋼と言うべきか。そして、その砲弾は、総生産降射砲弾数の 6% 未満。1門当て、8鋼は 265.4 発、12鋼は 456.5 発になる。それでも B29 迎撃用に12鋼の砲弾の方が多いね。それら砲の数が少？いやその通りだよレイム。我が陸軍は B29 に対し全力を挙げておる。ちなみに久我山の15鋼の全発射弾数は2門で44発だよ。どうしてこんなに砲弾が少ないんだ？砲身名数の心配しなくていいけど。その砲弾生産のアイロは機械新艦だよ。戦時中成功者だけでなく他の会社も協力して増産したけど、精密部品の大量生産は難しいよ。本家の陸軍交渉でも大変な作業だったんだからね。やっぱり民間の力は偉大だね。それが国防の根源さ。今回はこの辺で終わりにするよ。皆さんご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルでは久しぶりだぜ。皆さんこちらのチャンネルもよろしくお願いします。ぼつぼつ投稿していきます。それじゃあ皆さんごきげんよう。